こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。現在のところ、Amazon で電子書籍を5冊出しています。5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方はそちらも読んでみてください。このチャンネルではアダルト・チルドレンが生きやすくなるための情報を発信しています。よろしくお願いします。また字幕の整備もしてありますので、必要な方は字幕の設定をオンにしてください。では今日のテーマは、アダルト・チルドレンは自己主張が苦手ということです。これは前回の自分を犠牲にするアダルト・チルドレンの直し方という動画の続きになります。前回の動画から見た方が理解しやすいと思いますので、よかったらそちらもご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。前回の動画で自分を犠牲にしてしまうのは大きく2つの要素があると話しました。一つは愛情飢餓によって嫌われたくない、好かれたいがものすごく強くなること。もう一つは文字通り人が怖いということです。ちょっと補足すると、孤独になるのが怖くて自分を犠牲にしてしまうという人もいると思います。これも愛情飢餓ということです。愛されて育っていないので、すでに小さい頃に孤独を経験しているのです。小さい頃、つまり一人では生きられない頃の孤独です。大人になってから想像する孤独の怖さとは全然違います。意識にはなくても、その孤独の怖さを身をもって知っているのです。だから愛されて育った人には理解できないほど孤独を恐れます。だから愛情飢餓だろうが、文字通り人が怖い方だろうが、怖くて怖くて自分を犠牲にしてしまうのです。こうなると、今日のテーマである自己主張もできません。自分の意見も言えなければ、嫌なことにもノーと言えません。こうなると、犠牲者の立場に追いやられます。例えば、共同住宅に住んでいるとします。班長やら当番やら何かの係やら何かを決めるとき、みんなはなるべく全員が不満にならないようにその場を収めようとします。そんな中、他の人たちは自分に大きな負担が回ってこないように、自分はこれこういう理由があるので、自分にはそれができない、絶対嫌だと自己主張をします。
他の人たちはなるべくみんなが不満にならないようにその場を収めたいので、あなただけが黙っていたとしたら、あなたはその負担を受け入れることがそれほど嫌ではないのかな、大丈夫な人なのかなということにされて、犠牲者の立場に追い込まれてしまいます。一度だけなら仕方ないかで引き受ける生き方であれば、一度だけではなく、人生で何度も何度も負担を押し付けられることになります。これでは抑圧しても不満やストレスがどんどん溜まっていきます。このような人はいい人なのですが、無理していい人を続けるということは自分を壊しているということです。本当に壊れてしまう前に上手な自己主張を覚えなければいけません。そうは言っても、さっき述べた2つの要素がある人は怖くて言えないですよね。私も真っ最中は自己主張をしましょうと何度言われても、何度本など読んでもできませんでした。要するに、前回の動画で言いましたが、愛情飢餓の人は、そこまで怖いのは、自分の心の深い部分に何があるのかを突き止めて、心から納得して、さらに心を成長させていかないと、嫌われるのは怖いですし、文字通り人が怖い人は、大元にいる怖い人を明らかにして、心理的対決を終わらさないと怖いです。ただの怖さではなく、愛されて育った人には理解できないほどの怖さです。ものすごく怖いです。だから言えないのはよくわかります。それでも言わない生き方を続けていると、壊れてしまうので、そのものすごい恐怖を少し和らげましょう。もちろん心が成長していけば和らいでいきますが、心が成長するまでには時間がかかるので、それまで待ってもいられません。なら自分の視点を変えて、少しでも怖さを和らげる方法を考えましょう。では、恐怖の和らげ方ですが、このような経験ありますかね。自分が意見を言ったら、誰かに、その考えは間違ってるよ、と反論され、ムキになって、口を尖らせて強い口調で自分の正当性を主張した。アダルト・チルドレンは気づいていなくても無意識で周りは敵
という感じ方をしている人が多いです。これも以前の動画で話しましたので、よかったらそちらの動画も参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。周りは敵という感じ方をしている人は、相手の好意あるアドバイスを好意と解釈せずに、責められたと誤解することが非常に多いです。優しさで、その考えは間違ってるよと教えてもらっても、批判されたと感じてしまうのです。そこで相手を屈服させないといけないので、向きになって強い口調になってしまうのです。周りは優しくない、周りは攻撃してくる、周りは敵だという前提で世界を見ているのです。だから余計に人が怖いんです。余計に人を怖く感じさせているんです。まず自分は無意識でいるといついかなる時も周りは敵という感じ方をしていると気づいてください。そして自己主張する前に、周りは敵ではない、周りは味方だと思考に一拍入れてから自己主張するようにしてみてください。そして自己主張の仕方ですが、本当の自己主張とは、自分の意見を強引に押し通すための戦いではありません。本当の自己主張とは、自分を犠牲にしない、そして相手も犠牲にしないというスタンスで、自分の考えと気持ちを表現することです。今まで自己主張できなかった人は、自分を雑に扱っています。自分の気持ちをないがしろにしています。そしてそのことに気づいてもいません。今までの人生、自分にかわいそうなことをし続けてきたということに気づいて、これからは自分のために自分の気持ちを大事にするという生き方に変えましょう。例を出してみましょう。パートナーが休みなのにどこにも連れて行ってくれない。いつもほったらかしにされるので不満が溜まっている。そこで、なんでいつもほったらかしなのよ。私はあなたの何となる。これは戦っていますよね。これを解説すると、この言葉の奥には、相手を操作しようという意図が隠れています。ああして、こうして、なんでこうしてくれないんだという甘えの心理が隠れています。そうではなくて、またいつものように何も言わずに我慢するのでもなくて、気持ちだけ言う。最近構ってもらえなくて寂しいですと気持ちだけ言う。これは相手を操作しようとしていません。
相手は戦いのニュアンスや操作の意図を感じ取ると不快になります。でもアダルト・チルドレンは小さい頃から親との間でコミュニケーションを学んでいないし、いろいろな認知の歪みもあるので、自己主張の機会が訪れると、戦いか逃げるか操作になってしまうのです。だからこれからは意識して意図的に闘争か闘争ではなく、また操作しようとするのでもなく、気持ちだけを言いましょう。気持ちを言うだけなので、相手はこちらの期待通りには動かないかもしれません。あらかじめそこまで予想しておく。相手には相手の気持ちがあるので、相手の気持ちも尊重する。その上で自分の気持ちだけを逃げずに伝える。このスタンスです。最初から本当の意味で相手の気持ちも尊重していれば、自分の期待通りにならなくても怒りにはならないです。何よりこれは戦いではないということを自分が分かっているということなので、そんなに怖くなるということです。今までは意識していなくても、無意識では戦いだったから余計に怖かったのです。これからは戦いにしない。単なる自分の気持ちを大事にするための練習です。だから闘争か闘争、または操作はせずに、気持ちだけを自分のために表現してあげる。これが本当の意味で理解できれば、恐怖は薄まります。薄まりますとは言いましたが、これだけで何の恐怖も感じずに、何の努力もいらずに自己主張ができるわけではありません。怖いのは怖いですよ。その怖さに負け続けていると、怖さはどんどん増します。どんどん言えなくなっていきます。でも言えるようになると、どんどん怖くなくなってきます。だから大事なことは、恐怖が少し和らいだら、大丈夫そうな人に自己主張してみるということです。では今日のポイントです。自己主張ができない人は、小さい頃に自分の気持ちを伝えることは危険。意見を言うと相手を怒らせる。揉めるからめんどくさい。自分を犠牲にしている方が楽。と脳にしっかりと刻み込んでいるのです。だから大人になっても怖いのです。そこで自己主張ができない。こういう人は気づいていなくても、ものすごい量の憎しみが溜まっています。当てはまると思う人は次のように考えてください。自己主張とは自分の意見を強引に通す戦いではありません。自分の気持ちを大事にするためのものです。
アダルト・チルドレンを治すためのものです。自分を犠牲にしていることは、治すどころか悪化させています。心理的に成長している人は、自分を思いやる気持ちと他人を思いやる気持ちを両方持っています。だから相手の立場を尊重しながら自分の気持ちも大事にして自己主張をします。アダルト・チルドレンは普通自分を思いやる気持ちも他人を思いやる気持ちも持っていません。だから上手な自己主張ができないのです。自分を犠牲にして無理して我慢をする。あるいは相手が弱くて言えるときは相手を思いやらずに戦いや操作の姿勢で合意に通そうとしてしまう人が多いです。なのでこれからは自分の気持ちを大事にするために気持ちだけを伝えるようにしてみてください。伝えるようにしてみてくださいとは言いましたが、人間にはいろいろな種類の人がいます。確かに伝えない方がいい人もいます。例えば心理的に問題を抱えていて、こちらが自己主張をすれば激怒で応戦するという人もいます。こういう人からは離れましょう。でも自己主張するようにみんなも自己主張するのが当たり前と思っている人もいます。このような人には自己主張しても大丈夫です。気づいてほしいことは、アダルト・チルドレンは怯えなくて大丈夫な人にも怯えているということです。親に責められながら育てられた人が自己主張しても大丈夫と1万回聞いても読んでも真の部分では理解できません。理解できるのは自己主張しても受け入れられるという経験をしたときです。人間の脳はそのようにできています。逃げているとどんどん怖くなります。練習のつもりで大丈夫そうな人に自己主張してみてください。今日はここまでにします。この辺の内容はもっと広げて詳しく自分のために生きようという本に書いてあります。興味のある方はそちらも読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。では最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さんよかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。